今週のテーマは大戸屋風のバランス和食ご飯。今週から4月がスタート。元気に新年度を迎えるべく大戸屋風のバランス和食ご飯を作って健康的な食卓に。大戸屋メニューを参考に彩り豊かなおかずを作っていきます。このチャンネルでは料理上手になるための美味しくなるコツやポイントをまとめています。ぜひ最後までご覧ください。月曜日はほっこりチキンカーさんに。今日は大戸屋のトップ3に入る大人気メニューチキンカーさんにを作っていきたいと思います。人参は皮を剥いて一口大の乱切りにする。レンコンは輪切りにして水にさらしアクを取る。玉ねぎは薄切りに。大根は皮を剥いてすりおろす。じゃがいもは皮付きのまま一口大に切る。耐熱皿に入れてふわっとラップをし、電子レンジ600ワット2分半から3分加熱する。ほうれん草はお手軽に電子レンジで。ラップをして600ワット1分加熱する。流水で冷やしてギュッと絞って水気を切り、3センチ幅に切る。鶏肉は一口大に切り、塩コショウで下味をつける。本来はチキンカツだけれど、今日はお手軽に片栗粉をまぶして厚衣に、煮汁をたっぷり吸わせて美味しく仕上げていこう。フライパンに油を熱し、鶏肉の皮目を下にして炒めていく。皮がパリッと香ばしく焼けてきた。鶏肉を焼いている隣で、めんつゆ、水、玉ねぎ、人参、レンコンを入れて煮立てる。煮立ったら蓋をして5分間煮る。こんがり焼いた鶏肉とじゃがいもを入れる。大根おろしを入れてさっぱりと。鰹節や昆布だしのうまみが入っているめんつゆを使えば、パパッと手軽に心が和む美味しさに。最後にほうれん草を添えてあげれば、チキンカーさん煮の出来上がり。鶏肉は厚衣にして、うまみたっぷりの煮汁を吸わせて。ジューシーで美味しい大根おろしでさっぱりと味わえます。野菜もたっぷり食べられてとってもヘルシー。新年度で忙しくなる時期に食べたい栄養たっぷりご飯でした。火曜日は鶏胸肉と野菜の香辛だれ。今日は鶏胸肉の竜田揚げとたっぷり野菜に大戸屋風の香辛だれをかけて食べるヘルシーな一品を作っていきます。みずみずしい春キャベツはサラダにぴったり。巻きが緩くて軽いものを選ぶといい。繊維を断つように切ると口当たりが柔らかい食感となり、食べるときに甘みを感じやすくなる。氷水にさらしてパリッと仕上げていく。水菜は3センチ幅に切る。サニーレタスはちぎってあげる。包丁で切らずに手でちぎった方が繊維の破壊を最小限に抑えることができ、変色を防ぐことができる。トマトは食べやすい大きさに切る。ナスはヘタを取って乱切りに。
長ネギはみじん切りにする。両面に半分の深さまで斜めの切り込みを入れる。あとはまっすぐ切ってあげれば簡単に粗みじん切りに。長ネギ、おろし生姜、醤油、酢、砂糖、ごま油を合わせ、ふわっとラップをして電子レンジ600ワット1分加熱する。鶏胸肉は繊維を断つように一口大に切っていく。お肉の繊維を確認して、繊維を断つように切ってあげれば柔らか食感に。塩コショウで下味をつける。片栗粉をまぶす。片栗粉をまぶすことでお肉の旨味を閉じ込め、しっとり仕上げることができ、香辛だれとの絡みも良くしてくれる。フライパンに油を熱し、鶏肉の皮目を下にして炒める。温めた香辛だれに七味唐辛子と白ごまを加えて混ぜておく。ピリッと辛いスパイスがアクセントになる。耐熱容器にナスを入れ、油を回し入れ、ふわっとラップをして電子レンジ600ワット1分加熱する。鶏肉に火が通ってきたら、先ほどのナスを加えてさっと炒める。あとは盛り付けるだけ。お皿の中央にキャベツ、サニーレタス、水菜を盛り付ける。高さを出してあげると見栄えがよく華やかな印象に。真っ赤なトマトはサラダには欠かせない。こんがり焼き上げた鶏肉とナスをバランスよく盛り付けていこう。最後に手作り香辛だれを回しかければ、鶏胸肉と野菜の香辛だれの出来上がり。鶏胸肉1枚を使ったボリュームおかず。ピリッと辛いタレが衣に絡まって美味しいです。みずみずしい野菜と食べると、体の内側から元気がみなぎってくる感じがする。今日もヘルシーおかずで健康的なご飯を楽しめました。水曜日は鮭の大葉香味焼き。今日は蜂蜜を使った特製味噌でふっくらと焼き上げた鮭が大人気の鮭の大葉香味焼きを作ります。鮭は両面に塩を振り10分置いて余分な水分を出し、魚臭さを抑えていこう。その間に特製味噌だれ作り。耐熱容器に鰹節を入れてラップをせずに電子レンジ600ワット1分加熱する。手でくしゃくしゃと細かくして粉かつおにする。そこにすりおろし生姜、味噌、蜂蜜を合わせて混ぜる。ほんのり甘くてコクのある美味しい味噌だれの出来上がり。表面についている水分をキッチンペーパーで拭き取る。ラップの上に味噌だれを半量塗って、その上に鮭を並べる。
残りの半量を鮭に塗ってラップで包み、冷蔵庫に入れて10分置いておく。味噌だれは焦げやすいので、少しタレを拭ってから焼いていこう。フライパンにクッキングシートを敷き、鮭の皮目を下にして並べ、弱火で6分間焼いていく。こんがり焼けてきたら裏返す。蓋をして弱火で4分蒸し焼きにする。大葉は軸を切り落とし、細かく切る。この爽やかな香りが味噌焼きの美味しさを引き上げてくれる。仕上げに拭った味噌だれを再度塗って焼き上げる。こうすることで漬け置き時間が短くても味噌だれの風味がしっかり楽しめる。香ばしく美味しそうに焼けました。味噌漬けというと6時間漬けるレシピとかあるけれど、今日はたったの10分だけ。蜂蜜を使った特製味噌で仕上げた鮭の大葉香味焼き。しっかり味噌だれの味がついていて、蜂蜜のほのかな甘みと味噌の香りが相まって美味しい。大葉の香りで爽やかさもあって、春から初夏にぴったりのおかず。皆さんもぜひ作ってみてください。木曜日はコクうま麻婆豆腐。今日は大戸屋の限定メニュー。ナスやピーマン、きのこを入れた栄養たっぷりの麻婆豆腐を作ります。長ネギはみじん切りにする。生姜とニンニクもみじん切りに。ナスはヘタを取って乱切りにする。ピーマンは食べやすい大きさに切る。今日は絹ごし豆腐で滑らかな麻婆豆腐を。水分を切って2センチ角に切る。崩れやすいので大きめに切ってあげるのがポイント。豆腐は熱湯で2分間茹でてあげることで余分な水分を抜き、味を染み込みやすくする。フライパンに少し多めのごま油をひいて、ピーマンとナスを揚げ焼きにする。全体に油が馴染んだらお皿に取り出す。同じフライパンにごま油を熱し、ニンニク、生姜、豆板醤、長ネギを入れて弱火で炒める。焦げやすいので弱火でじっくりと香りを移していこう。香りが立ってきたらひき肉をこんがり焼き付けるように炒める。A の調味料ときのこ、豆腐を入れて中火にして3分から4分煮る。きのこは冷凍ストックしてあるもの。長期保存できるのはもちろん、冷凍した方が旨味が増して美味しくなる。ナスとピーマンを戻し入れ、さっと炒める。火を弱めて水溶き片栗粉を回し入れる。片栗粉は沈殿しやすいので、入れる直前にしっかり混ぜてから入れる。ヘラで大きく混ぜて、とろみがついてきたら、コクうま麻婆豆腐の出来上がり。お好みでごま油、ラー油、粉山椒を入れて召し上がれ。
野菜たっぷりの滑らか麻婆豆腐、ピリッと爽やかな辛みのある山椒を振っていただきます。コクのある味付けでご飯が進む。今日はナスとピーマンだったけれど、他の野菜を入れて作っても美味しそう。また違うパターンで作ってみたいと思います。金曜日はタラと野菜の黒酢あん。今週ラストの晩ご飯はさっくり揚げたタラと彩り野菜にすっきりした酸味の黒酢あんを絡めたおかずを作ります。人参とじゃがいもは皮を剥いて乱切りにする。耐熱容器に入れて水を少し振り、電子レンジ600ワット7分加熱する。レンコンは皮を剥いて輪切りに、ナスは乱切りにする。レンコンとナスは水にさらしてアクを取る。ピーマンは食べやすい大きさに切る。タラは表面についている水分をキッチンペーパーで拭き取り、魚臭さを軽減させる。食べやすい一口大に切り、塩コショウを振って下味をつける。片栗粉をたっぷりまぶして厚衣に。フライパンに多めの油を入れ、タラを並べてこんがり焼いていく。ここでレンコンとナスを加え炒める。全体に油がなじんでこんがり焼けてきたら、人参、じゃがいも、ピーマンを入れて炒める。調味料 A を少しずつ流し込み、全体になじませる。片栗粉が入っているので、入れる前にしっかりと混ぜてから回し入れよう。黒酢あんが全体になじんでとろみがついてきたら、タラと野菜の黒酢あんの出来上がり。厚衣にしたタラに黒酢あんを絡めていただきます。すっきりとした酸味の黒酢あんが美味しい。ゴロゴロとした彩り野菜も入っていて満足感があります。これは我が家の定番メニューになりそう。今週も大戸屋風の和食ご飯でバランスの良い食事を楽しむことができました。来週は春野菜をたっぷり使った旬メニューを楽しみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、励みになっています。いつも本当にありがとうございます。皆様の食卓に笑顔があふれますように。